のボスのケイジさんでございます。こんにちは。今日は胸トレですか？今日は胸、この間サトシが胸やってたんで対抗してちょっと胸をやってやろうと思いまして。胸の前になんかそのアップですか？アップですね、インナーですね。ああ、やると全然違います。インナーやってみんなよくなんかほらベンチやって肩痛いとかこの辺が痛いって騒いでるとか、上腕骨が動く際に肩甲骨が一緒に動くんで、肩甲骨の動き出してあげないと肩痛めるので、まあ本当はねチューブとかでやるのもいいんですけど、めんどくさいんでダメルでやってます。僕も前これ相談させてもらってこれやったんですけど、めちゃくちゃ治りました。そうでしょ。驚くほどにインナーなんですね、痛めるの。そうやんないと。肩甲上腕リズムって言って、上腕骨がこう動くときに肩甲骨も一緒に動かざるを得ないので、肩甲骨が動かないと痛めちゃう。分かんないですよね、多分素人目線だと。そう、ちゃんと一応僕鍼灸師と重整師持ってるんですけど、さすがです。ちゃんと勉強してないと分かんないので。で、アップはいきなりこの重さでやっちゃうんですか？アップ、そうですね。まずは100キロでその日の調子を見ます。いきなり100キロで。大体の人なんかもうバーでやって60キロ、80で100みたいな感じですけど、もう100キロで。100キロです。一応まあね、マックスが205あるんで。205。はい。半分の100ぐらいで。ぐらいで余裕な感じでも。100キロでちょっと調子見て、その日の組み方みたいな。そうですね。100キロ重く感じるか軽く感じるか。今日はちょっと最初に言ってなかったですけど、このケイジさんの胸トレをちょっと紹介させてもらうという形で、はい、対抗してやります。ちょっと僕の気になるところとこの視聴者さんも気になるところ被るかわかんないですけど、ちょっと質問させていただきながらちょっとやってみます。はい、お願いします。でまずアップをしていきます。はい。100キロでも僕のセットの重さなんでも僕のセットの重さなんでもこれをアップって言われたらちょっとイライラしますけど。余裕そうだな。アップなんだ。今日はね、軽い。あ、軽いですか？軽い。でもやっぱ里城さんと共通しているのはやっぱ綺麗ですね、フォームが。まっすぐちゃんと降りてて、ぶれないですね。ありがとうございます。専門学校で教えてます。あ、先生なんですね。先生が汚かったらあれですよね。ウェイト教えてます。ウェイト教えて。じゃあこの後は今日はちょっと調子が良さそうって感じですか？いいんで、はい。マックスギリギリまで。ギリギリまで。で、見ようかな。じゃあちょっと2セット目のセットいっちゃいます。はい、じゃあ次はこれ130キロですかね。15で。でこれはどういったイメージでその日のコンディションみたいな感じですか。調子が良かったのでマックスやってみようかな。そういうことですね。まあ軽いのでセット数こなすっていうよりはちょっとマックスに向けて調整していくみたいな。そう、ウォーミングアップしていく。調子がいいからちょっとそっちの方向でみたいな。ちょっとチェンジしてみました。じゃあ130。これも言ったらアップみたいな感じですもんね。これもアップですね。130。調子いい。そう、スッと上がるイメージですか？スッと上がるイメージですか？軽いなみたいな。軽そうですね。フォームが崩れません。これが130です。この里城さんもつけてたんですけど、やっぱ肘のサポーターとか手首のサポーターとかってつけられた方が
よかったりしそうます？ですね、すでにこっち今手首痛めてるんですけど、あ、はい。痛めちゃうんで、まあ別に使えるなら使った方がって感じですかね。そうですね、まあ、里次郎も言ってたけど、関節は損傷したら治んないんで、はい。大事に大事に。大事に使っていかないと。なんか使うとなんか、その重さで使ってんのかみたいな、もう思われるから使わないっていう人もなんかいたりするんで。どうなんでしょうね。一応プロスポーツ選手の基礎筋力は自重で10回3セットなんで、まあ、自重が使うぐらいになってきたら使った方がいい。使った方がいいかも。自重よりちょっと手前ぐらい、だそうです。いいはい。まあそういう感じでちょっと目安を作ってみたいな話。ドリンクはどんな感じですか？例えばなんか前水でされてまあ最近のね、理論で EAA とか意味がないって言われ出しちゃったんですけど、あ、そうなんですね。はい。僕らはずっと EAA とか BCAA 飲んでたんで、感じを出すために今日はポカリの粉末とポカリと EAA とグルタミン。今増量期なんで、増量期ですけど、まだ大会終わって1ヶ月ぐらいなんで、まだなんていうのかな、本調子ではない。あ、そうなんですね。増量期でもその本調子の時とじゃない時があったりするんですか？そのパワーが出やすい1ヶ月ぐらいだとパワーが戻ってこないですよ。あ、戻ってないですね。今まで、今日ちょっと調子いいですけど、今までは100キロでうって詰まってたんで、ちょいちょいはできるけど、はいはい。今日なんか調子いいな。なんかそう、なんかボディービルダーのならではですね、なんかそういう大会出てる人の。なんかみんな増量したら大体上がるっていうイメージなんで。やっぱり、戻んないですよね。戻んないですね。いいです。じゃあ、ちょっと。130だから、60ぐらいで OK です。じゃあ一旦止めます。ベルトはなんか結構しっかりしたベルトですけど、なんか普通っていうか、まあこういうのがね、まあ一般的にジムとかに置いてあったりするやつだと思うんですけど、なんかごっついですけど、これはこれははい、なんとかアクションって言って、レバーアクションでしたっけ？レバーアクションって言って、はい、まあこうはめてカチャってやって終わったらパッて埋められる。まあウェイトリフティングの競技やってる人とか、よりってるんですけど、よりホールドが強いみたいなイメージウェイですかね。トリフティングの人のは前まで熱いんだけど、肋骨痛いんで、はい、この薄いの、フロントが薄いのを見つけたんですね。あ、全部がこの真ん中の太さじゃなくて、前側のお腹の部分はちょっと細くなってっていう感じのがあんま売ってなかった。これだとお腹痛くならないですか？肋骨は当たったり。ぜひちょっと高重量でしっかりホールドされたい方はこういうのもありますってとこで。そうですね。僕トレーニング始めて、15年ぐらいして初めて買いました。まずは贅沢言わず普通のでやれば。最初はこういうので。これでも高いですよね。結構しますよね、皮。そう。僕らの時5000円ぐらいしたけど、今1万円。1万以上絶対しますね。大体。物価が上がってるっていうことで。じゃあ次160。160で。1発か2発いきたいと思います。これもまだアップ段階ですもんね、だって。アップですね。160一発も上がらないでしょ。200までのアップというイメージ。アップで。160キロ。上がりそうですね。僕はここにスポッて座っちゃうと多分もうフォルム的に上がらない。
フォームが変わんないですね。ちょっとね、はい、詰まるね。詰まり気味あります。少し右が詰まりましたね。やっぱりフォーム綺麗ですね。フォームやっぱり気にしてずっとやられてます、昔から。フォームはそうですね、ちゃんとしたフォームじゃない関節やから痛んでる。なんか前おっしゃってましたけど、あんまり怪我されたことないっていうか、トレーニングずっと。ないですね。まあこういう PFCC とかちょっと細かいのがありますけど、大きい怪我でトレーニングを休まなきゃいけないっていうのは、まあぎっくり腰ぐらいですよね。ああどうしようもないところでまあぎっくり腰もあれですけどね、家でこうリモコン取ろうとした時にグギッと、トレーニングじゃなくてここでっていうところにトレーニングではないそれすごいですよね。やっぱりフォームが綺麗っていうところで、やっぱり皆さんもね、なんかあるあるしかあげるんじゃなくて丁寧にやった方が発達にもいいしっていうイメージですか。思いますね。怪我したらその分休んだ分後悔しちゃう、どんだけ長くできるかと。そうどれだけ怪我しないで正しいフォームで長くできるか。スポーツ選手と同じですよ。なんか長くできるるそういうイメージですからね。プロ野球選手とかもね、故障しちゃうと試合出れないから、そう思います。ありがとうございます。じゃあ次180でこれ10キロ刻みでいくの疲れないですか？なんか僕結構マックス行く時も5キロ刻み、いや逆にもう飛ばしちゃいますね。そこで疲れちゃうんで。いや飛ばさない方がいいですかこれ？来ると、はい、多分この先 2.5 キロ刻みになるんですよ。2.5。はいはい。今だから55で10キロ刻みでしょ。そうですね、今10キロずつで160、170。5キロ刻みになしていくので。ここからですか？そうなの。200に近づくんですけど。だそうです。ここまで来るともうやっぱりもうその5キロがすごいから5キロの厚みが変わってきますもんね。そう、マックス時の5キロって結構、お米のほら5キロまあそうですよね、あるじゃないですか。確かにあれがここに乗ってくるわけですね確かに。はい、次はもう5キロですね。5キロ刻み、はい、いきます。180までは10キロでいきます。180まで。じゃあ次108ですね。はい、5キロずつって感じで。はい、じゃあ、次180で。はい、一発。はい。これ終わったら、あれですね。5キロ刻みっていう感じでですね。まあでも僕らからするとなんかその5キロ刻みが逆にしんどいんじゃないかなってさっきもあれですけど言ったんですけど思っちゃう。でアップ短めなんですよね。前半のが逆にそういうことですね。でほら結構みんなアップしていくじゃないですか。そうですね。だって110回、135回。確かに。でしょ。そうですね。1回も一発ですもんね、1回ずつ。そう。僕らですね、60で10発やって、80で5発やってとか。そう、ね、そんな感じ。そこに到達するまでの短く。確かに、そういうイメージでいけば確かに。まあ僕の場合はですけどね。ちょっと企画が違いますね、ビルダーは。いやいや。高重量の人とみんなそうなんじゃないかな。そうなんですかね。まあちょっとなんか意見あれば。私もですみたいな感じでコメント欄にいただければじゃあ血化しちゃったりするのはちょっと、多めに見てください。ウェイトリフターじゃないんで。僕なんか見た感じですけど浮いてないですよそんな。前200キロやってた時も全然。コメント欄で血浮きってくるから浮くって言ってもなんかそんなにガッツリは浮いてないですよね。わかんないけど、とりあえず行きます。お願いします。180。ちょっとケツの方見ましょう。ぶれないんだよ。こんな全然浮いたうちには入んないんですよ。もうなんか反り返ってる人いるじゃないですか。浮いてもこんな。やっぱフォームが綺麗だな。肩が痛い。痛くなってきました。まあでも一応動画撮ってる。動画で壊しちゃって大変ですけど大丈夫ですか？大丈夫です。
やばそうになったらやめます。じゃあ5キロ刻みでい5キロ刻みできます。はい、じゃあ次185キロで休憩中ちょっと申し訳ないですけど、競技歴ってちなみにどんぐらいなんですか？競技歴FWJ に最初、はい、2020年なんで、あと4年、4年、まあ、もうすぐで5年になるかなぐらい、5年目ぐらいですね。やっぱ前写真見たんですけど、4年でここまで変われるかっていうやっぱボリュームこなす感じですか？ボリューム、まあいろいろ試したんで、何がハマったのかわからないけども、まあその時期で自分の中でも流行りしたいというか、別に型にはまらずに、まあなんかそのいろいろやってみた中でいいものを寄せてみたいな。そうですね。人によってやっぱありますもんね、なんかその合う合わないは。合う合わないもあるし、多分そのまあ皆さん競技やってる人だったら分かるんですけど、なんだろう、腕が細い、じゃあ腕つけよう、そしたら今度肩が弱く見える、肩やんなきゃみたいなとかいろいろある。いろいろ出てきちゃうわけですね、やりながら。だからこうトータルバランスなんで、バランスをね保ちながらやったりといけないから、肩だけでかくても腕だけでかくてもっていう。もうちょっとそう、一昔前はそれがなんかこう、ああ、そうなんですか。なんていうのかな、いいとされてた時代もあったと思うんですけど、まあ、今なんかバランス重視みたいな重視になってきてるっぽいんで、はいはい。僕も前回アマチュアオリンピアの時ジャッジに聞きに行ったら、まあ下背がちょっと弱いと、それ以外はパーフェクトって言われて、やっぱなんか減点方式で見られてるのかなみたいな感じだったんで、あ、そうなんですね。まあ、皆さん今日本人で一番ボディービルでプロに近いケイさんなのでまあはい、プロに、そうですね、まあ周りはもうみんなプロになっちゃったんでまあ一番もう手に届くところに今あるってところで、行っちゃったし、黒崎さんも取ったでしょ、で脇田君も取ったから、もうあと残っているボディね、プロになってない人ってパッと思いつくだけでも僕以外に2人ぐらいしか出てこない僕の中ではね、まあいっぱいいると思うんですけど、まあ今までこうステージを共にしてきて戦ってる人たちの中ではパッと思いつくのは2人しかいないです。ということなので、まあぜひ参考にしてみてください。はい、ぜひ皆さん。じゃあ185？はい、185でここから5刻みでちょっといけるところまでっていう感じですかね。そうですね。じゃあちょっと肩だけ気をつけていただいて。そう、やばかったらはい筋量分けの一発目ということでコージーラ使うのはうわ、やばいな。重たいですか？え？重たいですか？フォームはあんま変わってない気がしますけど。重いよ。重い。いけそうですか？5キロ刻みは。まあダメになったら潰れる。潰れる感じで。そのためのセーフティーバーですから。皆さんこれはちゃんとつけてベンチはやってください。つけないと。はい。あれ死んだ人いますよね。最近もありましたよね。なんかありましたよね。24時間ジムで。そう。これやっぱないと。ちゃんと。特にこういくら撮影者がいて、あれだけどこの重さね、完全に脱力した状態で上げれる人少ないんで、そうですよね。必ず補助がいても、補助がいても危ないんで、つけてるだけじゃダメですよね。この高さが一応あるんで、高さがちゃんと自分のまあ胸だと当たっちゃうんで首で抜けれるぐらい、まあ上に転がってきて、転がってそうここでそうすれば横に抜けれるんで、しっかり皆さんつけてください。後で潰れちゃうかもしれないんで、はい。じゃあ5キロ上げで、はい、お願いします。お疲れ様です。
次190ということで、はい。 185重かったですか体感的には。多分動画回してなかったら多分置いちゃおうかなと。あ、動画でパワーで。動画パワーでちょっと頑張りました。すいません、ありがとうございます。いえで、なんかフォームなんですけど、なんか足の位置とかちょっと遠くにしたり、なんて言うんだろう、ベクトルがこの頭の方向にこう行くイメージで、こう、なんですか、ディップスみたいな感じで、なんて言うんだろうな、バーベルを下に、こう、自分が上にこう上がるイメージとか言ってる人とかも結構いるじゃないですか。上ベクトルじゃなくてなんかこう、自分がこう、上に上がるイメージみたいな。そういうイメージじゃないですか。言われてみればそうなのかな。うん。言われてみれば。ああ。でも基本は、5ポイントコンタクトっつって、はい。足裏、1、2、1、2、お尻、はい。背中、背中、頭。あ、この55箇所つ。がはい。 5ポイントコンタクトの基本なんで、5ポイントコンタクト。あ、5つずつの点ということで。NCA ですけど、これは。はい。そうですね。だから、ちゃんと足で踏ん張って床反力使って、はい。で、ちょっとこう、なんていうのかな、持ちそらすことによって、起立筋とかその辺も使って背筋も、はい。上げる感じになってくると思うんですよ。やっぱり全身ですか？もうマックス挑戦だったら全身ですよね。でよくなんか胸だけに効かせるっていう人はい。はもっとこう重量を落としてそれこそ足使わないで床反力使っちゃうんで足ついてると、で足を浮かせてやってる人とかはそうですよね。床反力を使わないように胸だけで。胸だけで、その際もちょっとこう反らしちゃうと気使っちゃうんで、もうペタッとこう胸をベンチにこうペタッとつけないと、純粋に多分胸だけでは上がらない。やっぱりでも重量を伸ばすことって肥大につながっていくんですか？やっぱり。多分というかつながりますね。僕は僕の感覚ですけど、はい。やっぱり重量は僕205キロはマックスでやってますけど、普段のトレーニングってやっぱり140、50はい。やってるんですけど、で205マックスなくてマックスが140、50の人って100キロぐらいだと思うんですよ。そうですね、多分100キロぐらいで。でセット組むようになっちゃうので、はい。そうするとやっぱこう刺激その総重量理論でいうと、はい。回数をこなさないと、ボリュームがいかないですね。ボリュームがいかないんで、そういう意味ではやっぱ必要かな。必要という。重量を持ってやっぱセット数を少なくじゃないですけど、そうですね。イメージで。あとは大会前とかはなんだろうな、ヘビーウェイトの週と、ボリューム理論の週と、はい。分けてやったりするので。ああ、そうなんですね。重いの扱う週と、あとはセットをこなす週と。多分そういうのでこの筋肉の密度とかも変わってきたりするはずなんで、何が正しいかは分からないんですけど、ケイジさんはそれでこの体を作り上げたというイメージでよろしいですか？はい、だそうです。なのでやっぱりだそうです、皆さん。なのでやっぱり重いのを扱うのも大事だし、効かしながらやるのも大事ということで。でもなんかやっぱこうね、YouTube で山岸さんとか、ハガセブン、はい、ハガセブンさんとか言ってますけど、最初のトレーニング初心者の人、トレーニング始めて3、4年のうちで、効かせるトレーニングだとやっぱ重量持てないんで、そうですよね、なかなか。まずはちょっとこう振り回してでもいいから、重量ある程度持てるようにならないと、まずは、はい。ちょっと話にならないんじゃないのかな。話にならないって語弊があるかもしれないけど、なんていうのかな。じゃあ例えばサイドレイズで、サイドレイズってアイソレーション種目じゃないですか。よくみんなジム行くとやってるけど、僕サイドレイズほとんどやらないんですよ。なぜかっていうと重量入んないんで。やられてないですね、全然。そう。ほとんどもっぱらプレス系なんで。そうですね。そうだから大会前、1、2ヶ月前で形作るのでやるくらいで、基本はもうプレス種目でやってますので、だからいかにも三角筋にどれだけ重量が入るかっていうことを
目標にやってますから、それをトレーニング始めたばっかりの人たちっていうのはやっぱり筋肉を大きくしたいと思うんです、より早く。そうですよね。そうなるとモチベーションも上がりますしね、ついたら。そう、こう鏡で見て、あ、俺ちょっと筋肉ついた。そうですよね。なると思うので、そしたら、アイソレーション種目じゃなくて、アイソレーション種目ってのはわかりますかね。多分わかんないと思います。単関節運動、要はサイドレイズとかが、1関節しか動かないですよね。これはアイソレーション種目なんですけど、ベーシック種目っていうのは複数関節動く、ベンチプレスとか。プレスとか。ベンチでダンベルフライとかがアイソレーション種目になるんですけど、肩関節も動いて、肩関節のみ動いてみたいなイメージ。中関節、主関節は動かないんで、プレスだとやっぱり中関節関与してる、フライだと肩関節のみになるので、それがアイソレーション種目ですから、最初はベーシック種目で重量を伸ばしていくっていう方が、より合理的なのかなと思います。なるほどです。というわけで、ありがとうございます。パンプが冷めちゃうんで。すみません。はい。簡単に言うとあれですよね、100キロ扱える人が50キロやるのと、50キロ近くしかもう操れない人が50キロやるのと、じゃあ効かせ方が違うってことですね。そう。目安としては最初に言ったけど、自分の自重で10回ぐらいできるぐらいまでは効かせる種目とかは必要ないんじゃないのかなと。重さを求めてみたいな。重さを思います。って感じです。ありがとうございます。190いきます。はい、すみません、パンプが冷めちゃうのでごめんなさい。冷めちゃいました。じゃあ190です。うわすげえな。フォーム変わんないな、やっぱり。上がりました。まだいけると。まだいけそうですか。じゃあちょっと5キロ刻みでもう一回仕切り直して。はい。お願いします。なくなりました。で僕のちょっとトークが良かったということでよろしいですね。トークで油が刺さりました。ちょっと言わした感じがありますけど。じゃあ、はい。195。いきましょうか。はい。はい、じゃあ、195で。195。はい。厚みがすごいもん。おー。すみません、バウンド使いました。持った瞬間無理かなと思って。バウンド使ったらいけるんですか、逆に。初めてバウンド使いました。ボヨーンっつって、はい、ピュッてなっちゃった。そうなの。バウンド使っちゃいましたね。でも多分腰の力とか背筋もないとバウンド無理ですね、多分この重さになると。どうなんでしょう。いや、だと思います。僕多分今マックス140とかですけど、多分145とか 50挑戦ってなると、多分もうバウンド使っちゃうともう上がってこないです、多分。なんで多分後ろもないとあれじゃないですかね。目充血してる。目充血してます。やば。眼圧が上がって。目にも力入るんですね、やっぱりね。そうですね。目もそうだし、スクワットのマックス挑戦の時とか鼻血垂れてる時ありますよね。マジっすか。鼻血。アメリカのほら500キロデッド上げる人とか、はい、なんだっけな、ストロングマンの人、はい、とか鼻血出しながらルルルって上げてますよね。血管きれいじゃないですね、鼻も多分。力みすぎちゃって。すごいな。なんか変な漫画見て鼻血出るみたいな。変な漫画。エロいの。それと話違いますかね。次
次もう200挑戦してですね、はい、次は。そうですね。200上がればもう今日は、あれですか、目標達成ということで、終わりにしても。終わりって感じですかね。どうでしょう、コアトレーダー。そこは計算次第ですけど。もうちょっとやるならやりますよあ、本当ですか。まあでもなんか、24時間ジムとか、なんだろう、エニタイムとか、ヒットプレイさんとかだと、なんだろう、なんていうんですか、プレートロードであったり、それこそダンベルも、ここだと32までしかないんで、こういうパーソナル個室ジムだと、あれですけど、それだったらまた他の種目もやっていく感じですかね、胸トレの日は。そうですね。でも基本あれですよね、フラットベンチでやって、インクライン、スミスでインクラインやって、はい、プレートロードって結構セッティングが僕嫌いなんで、はい、だからウェイトスタック行って、ああ、結構やって、プレートの方じゃなくて、だとこれ、何でしたっけ、テックフライやって、元気だったらちょっとディップスやって、ディップスはまあ胸の下部鍛えるっていうよりは、まあストレッチか、胸にストレッチかける、ストレッチをかけるイメージ。あれですも前おっしゃってましたよね、下部鍛えるイメージあんまりないっていう感じで。下部は後で脱いであれだったら見せますけど、はい、あるんで、大体みんな上部がないでしょうね。ないです、ね。なんか日本人はなんか上部が弱いみたいな感じで言われてますよね。そうだからもう全部中部と上部に全振りして、全振りして、上が出てくればものすごく下もその差で出てくるみたいな、そうですね、イメージですかね。と思います。僕だからディクラインはやったことないんですよ。あ、そうなんですか。だそうです。それでやらなくてもこういう胸になるそうなので、そうですね。はい。次、チューブ、インクラインとフラットやっとけばとりあえずっていう感じで、はい。じゃあ次200、次200で、はい、お願いします。えぐい。ケツ上げちゃったけどね。どうなんですか、でも。僕からすると全然。目やばい。もう一回ちょっと目いただいていいですか、じゃあ。ありがとうございます。涙もうるうるしてますね、ちょっとね。こんぐらいやっぱり負荷がかかっちゃうということで。かかりますね。まあ達成ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。で、なんか、ちょっと、疲れてると思うんですけど、一つ気になったんですけど、プレートを足元に途中から引いたのは、ちょっと僕足短いんであ、そうなんですか。ちょっと遠いと踏ん張れないです。やっぱ地面からこの設置が近い方が力が入りやすいっていう感じですかね。設置が近いというか、自分に合う高さがあると思うんで、まあエニタイムとか、ハンマースプリングスのあれだとちょっとね、欧米人用なんで、確かに高いですね、ちょっとベンチから。日本人はちょっと足がね、欧米人に比べて短い傾向にあると。そうですね。ちょっと踏ん張りづらいんで。なんか、その環境によって違いますもん、なんか上がりやすいなとか。そう、だからやっぱ慣れてるベンチ台が一番上がりやすくと思うんですよね。なるほどですね。まあこういうふうに調整してやるみたいな感じで。高さ調整してもらえるといいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。じゃあ今日はこれでなんかまあ終了って感じで大丈夫そうですかね。目標達成したし。はい、ダメだったらもうちょっとやりますけど、はい、どうでしょうか、コアトレーダー。じゃあちょっともうちょっともう1セットだけ200で。200はできない。200はちょっと。まあ200取るならもう携帯置いてもらって、はい、補助入って補助で。無理かな。落ちちゃったら多分上げれないですけど大丈夫です。そうしたらやばい。やばいですね。まあボリュームの時はまあここからまあ160とかですかね、セットは。そうですね。はい、160でまあ1万ぐらい稼ぐイメージですかね。まあぐらいですか。そうですね。まあこれは佐藤二さんにも教えたということで同じケイさんが教えたからも同じみたいな感じですけど。そうですね。まあ1万で。1万ぐらいで。
まあ、ただそれでねクレアチンキナーゼの量が増えちゃったんで、まあそこはちょっと皆さん血液検査して、クレアチンキナーゼの量と相談していただいて、まあ、体壊しちゃうと意味ないんで、そこは見ながらって感じで。まあ、そのためにこう、ね、ノートつけてる人いると思うんですけど、まあ、僕らは携帯でつけてますけど、それでまあちょっとボリュームの調整をつけるか、まあ、休息を取るかを決めないと、まあ、やっぱね内臓にかかる負荷が多いと思うんで。なるほどですね。はい、じゃあもうちょっと今日の動画の締めにかかっていくんですけど、なんかフィジーク選手目指している人も、やっぱボディービル目指している人も、まあ、肥大を目指して、まあ、とりあえず筋トレをされている方も、まあ、共通して言えるのはやっぱり、ボリュームを求めるってことで大丈夫なんですかね。あと食事とかも含めてですかね。そうやっぱり食事、まあ、トレーニングで睡眠も、3つが大事だと思いますね。をまんべんなくというか、まあ、バランス取ってちゃんと。バランス、そうですね。まあそうごめんなさい、4つですね。4つあとまあ、睡眠イコール休息になると思うんですけど、やっぱりこう日本人ってなんかね、週7トレーニングしてる人とか、そう聞くといるんで、やっぱりこう完全オフの日っていうのをまあ1日ないし2日ぐらい取って、まあ、こう破壊して修復することによって大きくなるんで、破壊しっぱなしだとこうね、建物も建たないですから。確かにそうですね。その表現。解体屋さんが壊してちょっと誰かが建てて、また壊しての繰り返して、いつまでたってもビルが完成しないっていう、ビルディングなんで。確かに。建てないと。ビルディングなんで。建てていくイメージ。確かに。そうだから修復がやっぱ大事なんで、そこにやっぱ重きを置く。まあ、トレーニングもやるけど、まあ、しっかり修復してあげないと、まあ、復活してでかくなっていかないよっていう、建物も建っていかないよっていうところで。修復する際にはやっぱ栄養がないと修復できないんで、まあまあご飯とか、ね、タンパク質とか炭水化物が、まあ、材料ですよね。家を建てる、ビルを建てる、それがないとダメなんで。まあじゃあそこの栄養の部分とかもちょっと今後取れたらいいなと思うんで、まあ、今回はちょっとベンチプレスっていう回なんで、そこはちょっとお預けで。達成ということで、ありがとうございます。まあ帰って今日は猫ちゃんに癒してもらって、ケイさんちなみに猫を飼われてます。この感じで。生後4ヶ月。4ヶ月の猫。はい。2匹いるんで。家に迎えました。ということなんで。可愛いですか？可愛い。癒しになりますか？もう逃げるけど。潰しちゃいそうですね。そう、寝てるとやばい。まあ、てな感じで、まあ。はい。また次回。休息も大事ということで。そうですね。はい。次回どうしましょうかね。次回は、まあ、なんかマックス調整になっちゃったんで、ちゃんとした胸トレをやるか、まあ、もしくは、まあ、全部位やっていこうと思ってるので、はい。まあ、次は、まあ、足か背中か、腕か肩かやっていきたいと思います。はい。じゃあ、今日はお疲れ様でした。ちょっと最後、お脱ぎいただいてもよろしいですか？やっぱね、ボディービルダーの体はみんな気になると思うんで。でけえな。ちょっと、ライティングどうかわかんないですけど、ちょっと、ポージングいただいて。何が皆さん何がいいでしょうか？ダブルバイで。えぐい。えぐいな。これで増量期ですからね。やばいですね。じゃあちょっと最後、胸が強調されるポージングを。えぐ。どうですか皆さん。これが、現プロ一番近い人の体です。はい。わかりやすいな。えぐ。えぐいな。まあ、これぐらいになるには、ボリュームが必要ということなんで、皆さんちょっと頑張っていきましょう。はい。またぜひ。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。